テレビアニメ鬼滅の刃、遊郭編11話、いよいよ本日最終話です。今回は、地獄への道について、最後の締めくくり、11話はどこまで進むのかについて、じっくり解説していきたいと思います。ダキと九太郎、二人の回想シーン。ここは鬼の回想の中でも、特に丁寧に描かれているシーンです。何度生まれ変わっても、このサブタイトルには2つの意味があります。一つは、九太郎が鬼になる時に言っていた、何度生まれ変わっても必ず鬼になる、という意味。もう一つは、地獄への道で梅が言っていた、あの言葉の意味です。一つ前の動画で、過去についてはしっかりと解説しました。ですがもう一度だけ、さらっとおさらいしておきましょう。いいねと共有ボタンからのリンクコピー、チャンネル登録と通知のオンまでお願いします。今回のコメントでは、この後の11話に対する意気込みをどうぞ。あと今後の活動についてですが、遊郭編が終わってもまだまだ考察というか、動画作成はしたいと思っています。鬼滅はもちろん、呪術とか通り部とか、進撃。皆さんの好きな漫画は何ですか？ハートをつけたコメントは全文読んでいます。皆さんが好きそうな漫画、一から勉強してみたいなと思います。ということでレッツゴー。鬼滅の刃、遊郭編、11話、ダキと九太郎の過去。人間に生まれながら化け物として扱われ、家では母親から暴力、罵詈雑言、外では罵詈雑言に石を投げられる。そんな幼少期を過ごしていた九太郎ですが、梅が生まれたことで人生が変わりました。守るべき存在である妹の梅がいることで、九太郎は強くなることができました。そして、喧嘩の強さにも気づいたことで、今まで虐げられてきた人間に対して、取り立て屋として報復していくようになります。人間への恨みが人一倍強い九太郎。取り立て方も尋常ではありません。九太郎の取り立て率は驚異の 120%。ただでは済まさない。それが九太郎です。取り立ての仕事でお金を稼げるようになり、梅も遊女として働いていたことで、二人は食べ物に困るようなことはなくなっていきます。人生が好転していく。そう感じていた九太郎。しかし梅が13の時、事件は起きてしまいます。兄の九太郎を侮辱した侍に対し、梅はかんざしで目をつき、失明をさせてしまったのです。そして報復を受けてしまいます。生きたまま焼かれる。どれほど苦しいものか。九太郎が駆けつけた時、梅はもう虫の息の状態でした。九太郎は報復を目論んだ、女将と侍の命を奪い、梅を抱えたまま遊郭をさまよい歩きます。背中を切られ重傷を負っていた九太郎は、梅を抱えたままその場に倒れてしまいます。そこに現れたドーマは二人に鬼になるよう誘い、九太郎はその誘いを受けます。もともと人間への恨みが強かった九太郎は、ここでさらに憎悪の念を膨らませています。俺は何度生まれ変わっても必ず鬼になる。幸せそうな他人を許さない。必ず奪って取り立てる九太郎になる。ここで出会っていたのがドーマでなければ、しかしそれでは二人は死んでいた。死んでほしくはないけれど、ここから二人が奪う命を考えたら、何とも言えない。こうなる前に二人が親方様と出会っていたら、何かが変わっていたかもしれない。やはり人は環境によって変わる。九太郎のことを一人でも気にかける人間がいたならば、間違った方向へは進まなかったかもしれない。時代もありますが、考えさせられる。そしていよいよここからです。ダキと九太郎が首を切られたどり着いたのは、天国と地獄の分かれ道。普通なら鬼は地獄行きが確定しているのですが、二人の場合は少し特殊でした。鬼滅の刃、遊郭編、11話、天国と地獄。原作97話、天国と地獄の分かれ道。原作では最初に、九太郎が梅をおぶっているシーンから描かれています。これはあえて順番を逆にしてあります。本来なら首が消滅した後、九太郎が目覚めるところに繋がります。アニメではどちらの順番で描かれるのか、要注目です。目覚める九太郎。そこは真っ暗闇の世界。後ろからお兄ちゃんと叫ぶ梅。九太郎は鬼の姿のままなのに、なぜかダキは梅の姿に戻っています。賢い九太郎は一瞬で悟ります。鬼のままの自分と人間に戻っている梅は、一緒にいるべきではないと、不安で兄を頼る梅。しかし九太郎は、ついてくるなと梅を突き放します。泣き始める梅。このシーンは過去の再現。ファンブックに書かれていました。離れると泣きわめく梅を、
牛太郎は可愛くて仕方なかったのだと。これは牛太郎も辛いはず。しかし、この時点で牛太郎はまだ鬼の状態。まさに心を殺して鬼になる。自分の非を認め謝る梅を、さらに突き放す牛太郎。お前とは兄弟でも何でもない。俺はこっちに行くからお前は反対の方、明るい方へ行け。不器用すぎる牛太郎なりの優しさ。牛太郎は気づいていました。ここは天国と地獄の分かれ道で、暗い方が地獄、明るい方が天国なのだと、人間の姿に戻っている梅は、天国で幸せに暮らしてほしいと。牛太郎はここで振り返ることができていません。振り返ってしまうと、可愛くて仕方ない梅を突き放すことができないから、そんな牛太郎に、後ろからしがみつく梅。梅は意地でも離れようとしません。なぜなら、それが一番の梅の幸せだから、牛太郎の思う梅の幸せは、天国で幸せに暮らすこと。でも梅の一番の幸せは、兄とずっと一緒にいること。離れない。絶対離れないから。ずっと一緒にいるんだから。何回生まれ変わっても、私はお兄ちゃんの妹になる。絶対に。ここが真のタイトル回収。何回生まれ変わってもお兄ちゃんの妹になる。牛太郎は、何回生まれ変わっても鬼になる、と言っていました。二つの意味のサブタイトル。深い。そしてここで、牛太郎の表情が少し変化しています。嬉しいような悲しいような、何とも言えない表情です。ここまで自分を好いてくれている妹を、もう突き放せない。ここで梅が、昔の約束の話をし始めます。それは人間時代、二人の母親が逝去してしまった後のこと。住む家を失い、食べるものもない、お腹が空いて動けないことや、餓死寸前になることもありました。しかしそれを乗り越えてきた二人だから乗り越えることができたのです。背中身ので寒さをしのぎ、牛太郎が梅を後ろから抱きしめる。一人の体温では凍死していたかもしれない。俺たちは二人なら最強だ。寒いのも腹ペコなのも全然へっちゃら。約束する。ずっと一緒だ。離れない。ほらもう、何も怖くないだろ。牛太郎は思い出しました。あの時のぬくもりを。そして何も言わずに、地獄への道を歩き始めます。牛太郎の姿はいつの間にか人間の姿に戻っていました。牛太郎は、疲れて眠る梅をおぶりながら、自分の心残りについて思いを弾ます。牛太郎の唯一の心残りは、梅を自分の世界に引き込んでしまったこと。もっといい店にいたなら、まっとうな花魁になれていたかもしれない。普通の親元に生まれていたなら、普通の娘に、両家に生まれていたなら、上品な娘に育っていたかもしれない。牛太郎は自分の責任を感じています。染まりやすい性格の梅は、どんな人間にもなることができた。自分と一緒にいたせいで、不幸な道を歩むことになってしまったのではないか。侍のことだって、奪われる前に奪えと、取り立てろと自分が教えたばっかりに、あのような事件が起きてしまったのではないか。あの事件がなければ、梅は幸せになれていたかもしれない。牛太郎の頭の中で、様々な思いが交錯します。牛太郎の唯一の心残り。それは梅。ここまで牛太郎が振り返ることができているのは、ようやく人間の心を取り戻したから、ようやく牛太郎は、本来の兄の姿に戻ることができました。でも、すべてが牛太郎のせいではありません。親や育った環境、周りの人間のせいもあります。牛太郎だけを責めることはできない。これが鬼滅の刃。鬼滅の刃の真髄。二人の階層は、鬼の階層の中でも、1位2位を争うほど深い階層。炭治郎と禰豆子という兄弟が、なっていたかもしれない姿。環境によって人は変わる。ワニ先生にとっても、ここは特に思いを込めた階層、なのかもしれない。鬼滅の刃、遊郭編、11話、地獄のその後。牛太郎と梅が地獄へ向かった後のこと、公式ファンブックで少しだけ描かれています。各呼吸の切られ心地というネタ回ではあるのですが、ここに牛太郎と梅も登場しています。牛太郎と梅は、音の呼吸の切られ心地のインタビューに答えています。牛太郎は、動きのすべてに細かな技巧がある、と宇髄天元を褒めたたえています。梅は、忍者って本当にいたんだなって思った、あいつ嫌い、と子供らしい発言をしています。二人がどの地獄へ落ちたのかはわかりません。牛太郎は罰を受けているはずですが、梅はどうなのでしょうか。梅は天国への道も開かれていたため、罰は受けていないのかも。まあこれは、隠しの後藤の夢なので、
真実かどうかはわかりませんが。鬼滅の刃、遊郭編、11話、締めくくり。本編へと戻ります。消滅していく牛太郎とダキの首、それを見守る炭治郎と禰豆子、仲直りできたかなという炭治郎に対し、うなずく禰豆子、ようやく戦いが終わりました。宇髄天元のもとには、蛇柱、イグロオバナイが到着。ネチ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 と、オバナイなりに勝利を称賛。左手と左目を失い、これからどうやって戦っていくのか、そう問い詰めるオバナイに対し、天元は引退を表明。それを許そうとしないオバナイ。煉獄杏寿郎に続き天元まで抜けてしまっては、鬼殺隊の戦力はガタ落ちです。オバナイの気持ちもわかる。若手が育っていない。そういうオバナイ。しかし天元は、若手は育っていると反論。オバナイは驚きます。この戦いでかまぼこ隊が生き残ったことに、上限との戦い、ましてや、遊郭を破壊し尽くすほどの壮絶な戦いです。生き残る確率の方が低い。煉獄杏寿郎、宇髄天元、柱の背中を見ることで、確実にかまぼこ隊は成長した。瀕死の戦いによる、爆発的な成長。カラスの報告を受けた親方様は、寝ている体を起こし喜びます。100年もの間、変わらなかった状況が今変わった。100年もの間、倒されなかった上限がついに倒された。これは兆し。親方様はそう言います。あざの発言もまさにそう。波紋は広がり、やがてはあの男の元へ届く。鬼物事務山の元へ。我が一族、唯一の汚点であるお前は、親方様のこの発言、重要な伏線です。親方様の病状も限界が来ています。生きている間に無惨を倒せるのか、果たして。鬼滅の刃、遊郭編、11話、どこまで。さて、問題はここから、どこまで話は続くのか。原作97話では、親方様のシーンから赤座が登場するシーンまでが描かれています。ここは勘です。上限会議までは行くでしょう。97話の途中で終わるとは思えないのと、赤座登場で終わるような気もしない。原作98話では、丸々1話分が上限会議となり、これが99話の途中まで続きます。その先に炭治郎の見る夢に入っていくのですが、さすがにここまでは尺が足りなさそう。つまりアニメ11話は、原作95話から99話の途中までの4話半のボリューム、15分拡大ということで、妥当な線と言えるのではないでしょうか。上限会議の終わりということは、最後の登場がドーマということになります。ここで終わるというよりは、ここから特殊エンディングに入っていくような、そんな予想をしておきます。というか、今回のアニメで上限会議が描かれるとするなら、上限全員の声優が明らかになってしまいます。ドーマ、国志望、ハンテング、玉子、泣き目、情報量が多すぎる。ちなみにドーマの声優についてですが、コメント欄でこれだけの候補が上がっていました。この中にはいるはず。いや、牛太郎の声優も意外なところだったようで、どうなるかはわかりません。ツイッターは大荒れになるでしょう。トレンドが鬼滅一色になるかもしれない。また原作では、伊之助の過去が遊郭編の途中に挿入されていました。これを11話に入れ込む尺は確実にないので、どこかで特別アニメを放送するのかも。その時に、刀鍛冶の里編への投入部分も一緒にくっつける。アニメ3期の情報もそこで持ってくるとかもある。僕の理想では、アニメ11話のラストに何かしらの発表を期待。もうすぐ放送。ドキドキします。正座して待ちましょう。まとめ的なもの。いよいよ最終話。ずっと待っていた2人の回想。ここがアニメで見られるなんて、これから先、どれだけ泣くことになるのでしょうか。前半でも号泣。後半でも号泣。そして上限会議で呆然。全国の鬼滅ファンが最後の不眠症を発動。明日は覚悟しましょう。僕も頑張って動画作成をします。これが終われば、ひとときの休息。しかし、鬼滅ロスの影響は甚大。ちなみに、先ほど呪術廻戦の2期制作が発表されました。2023年の放送が決定したようです。1期が2020年の放送だったので、それからおよそ3年後。そう考えると、刀鍛冶はその先になるのでしょうか。詳しい人解説よろしくです。というわけで、もうすぐ遊郭編の11話が放送されます。皆さん涙を受けるバケツは用意しましたか？なければ今すぐ買いに行きましょう。
今回の記事は以上となります。また後ほど。